わかりました。そこまでするというのなら、めぐるさん、今すぐオーディションを辞退してください。さすがにそれは。面白くなってきた。あがり、また負けた。これで俺の5勝0敗だね。おかしい。なんかイカサマしてるんじゃないの？このボードゲームは昔から得意なんだ。つうか、この部屋ボードゲームまであったんだな。前のドキュメンタリードラマでは出てきたことなかったよな。ここ前はライブラリーって呼ばれてる部屋だったんだよね。うちらの代で改装してプレイルームに変わったけど、てかマジ元のままでよかったのに、なんで改装したし。ケイトは変わって嬉しいな。みんなで遊べるもん。ブルーレイとか DVD もそのまま残ってるね。パッケージがない資料っぽいディスクまである。昔のライゼンプロの仕事映像とかそういうのらしいよ。なんですか。どうして背中を押すんですか。いいからいいから。どこに連れられていくのやら。ほら入った入った。3人ともどうしたの？何なんですか。どうしてわざわざこんなところに連れてきたんです。明石怒ってる。あいつ怒れたのか。いや付き合い短いから知らんけど。やはり怒っているのか。めぐるは当事者じゃないの？当事者も当事者。この二人、明石とめぐるがさっきから珍しく喧嘩をしててな。俺がこうして仲直りの場を設けてやったってわけだ。ほう、俺たちは喧嘩をしていたのか。してません。どっち？本当にしてないんです。してないって言ってんぞ。これは喧嘩した時のリアクション。今何舐めたの？バノエア？外野がごちゃごちゃうるさいが、さあ二人とも今から握手だ。そして仲直りした暁にここでパーッと遊んで気を晴らせ。どうだ、最高の計画だろ。うわ、一番最悪の計画。いくら喧嘩したからってこれじゃ。だから僕たちは喧嘩なんかしていません。僕がめぐるさんにオーディションをやめてほしいと言っただけです。そんなこと言ったの？いい加減うるせえぞ愛之助。それにお前も似たようなこと言ってただろ。明石、どうしてそんなこと言ったの？それは俺がドキュメンタリードラマに影響を受けて恋に明石とアクシデントを起こし、明石と交流しようとしたのだ。そのことに対して明石はこのオーディションに対する冒涜だと感じたのだろう。そりゃそうでしょう。一体どんなつもりでそんなことを。違います。そうじゃない。冒涜だなんて思ってません。やめてほしいと言ったのはそんな意味じゃない。そんなことじゃないんです。ほう、俺は間違えたということか。いいえ、あなたは間違えません。正しいことばかりやれる。実際今僕とあなたはいざこざを、アクシデントを起こしている。作戦通りです。あなたは間違えなかった。それがただ悔しかったんです。あなたはいつだって正しいから。なるほど。我がライバルは間違えないことが正しいと思っているのか。メカニックにおいても間違いは機械の欠陥を招きます。なければないほどいい。いや、俺はそれが正しいとは思わない。人の人生は短い。間違えるなどさまつなこと、それよりもずっと大切なことがある。それは正しいことをやれる人だから言える言葉です。間違えないことが正しいことでも、正しいことが正解なわけでもない。間違えないことが正しいことでも、正しいことが正解なわけでもない。俺はお前がめぐるさん。どうしても間違えるのが嫌だというのなら、一度自分がどうして間違えてしまうのかを見つめ直してみるといい。
どうして間違えてしまうのか。それが誠に己を知るための一歩なのだから。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、くそ。間違えないことが正しいことでも、正しいことが正解なわけでもない。間違えない方が正しいに決まってるのに。そうです、そうに決まってます。そのためにももっと練習を。おはよう、明石。おはよう。クックさん、ナゴムさん、おはようございます。一人で練習していたの？こんな朝早くから偉いね。いえ、偉くはありません。これ以上ダンスでミスをしないためにも今は練習しないと。明石、ダンス好き？はい、好きです。歌って踊ることはメカニックと同じくらい好きです。クックもダンス好き。ナゴムもダンス好き。みんな一緒。うん、一緒だね。明石、メカニック好き。歌とダンス好き。どっち先？どっちと言われると、先に好きになったのは確かメカニックだったと思います。誰も教えていないのによくおもちゃを分解しては組み立て直す子供だったと親が言っていました。生後6ヶ月の頃にはもうそうだったと。すごいね。そんなに前から。筋彫り入りってやつ？それを言うなら筋金入りだね。筋彫りだとタトゥー的な意味になっちゃう。ああ、クックがタトゥーを入れたくなったらちゃんと俺に確認して。あ、明石くんごめん。話止めちゃって。いえ。明石、続けて続けて。歌やダンスが好きになったのは小学校2年生の夏休みの時です。学校もなく宿題も終わってしまって暇を持て余していた僕は近所の図書館へ向かっていました。けれどその日、僕は図書館へは行かなかった。どうして？途中にある古物店の前に壊れた古い 8mm 映写機が置いてあったんです。ご自由にお持ちくださいの札がかけられていました。僕は映写機をもらってそのまま家に帰り、夏休みの残りの日程の全てを使って修理しました。その映写機は 8mm フィルムがついたまま捨てられていました。僕は直った映写機で真っ先にそのフィルムを流しました。映像はどうやらどこかの劇団の公演の様子でした。フィルムの状態が悪く擦り切れてしまっていて、役者の方の表情もよくわからなかった。けれど僕はなぜか引き込まれました。とても楽しそうに見えたんです。歌って踊るその人は心からこの舞台を楽しんでいる、そう感じられて、それで自分でもやってみたいと。それが明石ダンス好きになったきっかけ。クックもその映像見たい。明石、踊るしたくなる映像気になる。そうだね。明石くんがそんなにも心が動かされるパフォーマンスってどんなものだったんだろう。伝統芸能だったように思います。お祭りの獅子舞の踊りのような。状態が悪くてよくは分からなかったんですが、でも気になったのはそれだけじゃなくて、ふにゃ？フィルムケースに書いてあったんです。映像になっていたこの公演にはアンサンブルで一人だけ当日飛び入り参加した人がいるって。クック知ってる？急に一緒にやる決まったこと。そうです。どうやら出演者の中に休んでしまった人がいて、急遽代わりの人が立ったらしいんです。そういう経緯も嬉しかったのかもしれません。嬉しかった？機械をいじっているとごく稀にパーツが一つ余ることがあるんです。ああ、それわかるかも。どこに必要だったのかわからないネジが一つだけ残ったりすることあるよね。はい。でも余ってしまっても機械は変わらず動き続けるんです。まるで一つ余ったネジなんて最初から必要なかったみたいに。明石、
本当はずっと見ないふりをしていました。でも分かってるんです。どこに行ってもなんとなく周りと違う自分は必要なはずなのに必要じゃない余ったパーツみたいだって。ごめんね。急に手を握ったりして。いえ、クックも握る。キュあのフィルムを見た時もこんな風に嬉しくなったんです。急遽休んだ人の代わりに誰かが代役を務める。歌って踊るだけならいなくても成立しそうなのに必要のないものなんかないって言われてるみたいで。明石、どうしてそんなこと思う？僕はどうしても間違えてしまうから。でも本当は間違えないことが正しいことでも正しいことが正解なわけでもない。僕だってそう思いたい。すみません、今のはただの独り言です。明石、思いたいあるなら思っていい。え？明石、やりたいあるならやっていい。やってみるしよ。そうだよ。明石くんの中でこうしたいな、ああしたいなって思いがあるならその思いに素直になっていいんだよ。明石、一番大切なの自分がどう思ってるかだよ。ファーストドキュメンタリードラマ9は14分30秒でなごむさんが言っていた言葉です。俺が言ってたの？クック、この言葉大好き。恥ずかしいな。僕がどう思ってるか。どうしても間違えるのが嫌だというのなら一度自分がどうして間違えてしまうのかを見つめ直してみるといい。僕はどうして間違えてしまうんでしょうか。それってダンスの振りの話？間違えてしまう理由があるんでしょうか。明石、間違える理由？それが誠に己を知るための一歩なのだから。それが僕を知ること？ダンスの振り付けを変えたい？それって今から？はい、どうしてもやりたいことがあるんです。ほう、やりたいこと？明石のやりたいことなに？さっきどうして自分が振り付けを間違えてしまうのかをなごむさんとクックさんに見てもらいながら考えてみたんです。その結果ダンスをしながら別の振り付けのアイディアが浮かんでいたからということが分かったんです。別の振り付けのアイデア？はい、例えばワン、ツー、スリー、フォーここをもっとこうしたりここももっとこうすれば。待ってじゃあ明石は自分のアイデアが通ればもうミスはしないって言いたいの？でもそれってちゃんと踊れてる俺たちに失礼じゃない？それは明石くん、アイドルになったら決められた振り付けを決められた通りに踊ることなんて当たり前にあるよ。それなのに自分のミスしないために他の人にアイデアを強制するのはきつい言い方になってしまうけど失礼なことだと思う。その通りです。でも僕は自分のミスを防ぐために振り付けを変えたいんじゃありません。元々の振り付けの良さも十分に理解しています。だからこそ今の振り付けと皆さんのいいところを掛け合わせたい。きっとその方がもっともっとかっこよくなると確信しています。だからアイディアが止まらない。提案したいんです。もっとかっこよくなる？めぐるさん！おお、我がライバル。振り付けを変えるアイディア見事だったぞ。元の振り付けを生かしたまま、しかし我々の個性を存分に組み込んでいた。反対していたミケラもヒロミも
最後にはしっかり納得させていたな。ありがとうございます。どうしたお礼を言わなければならないのはクックとナゴムにだろ。もちろんお二方にもしっかりお礼をします。でもどうしてもめぐるさんに言いたいことがあって。俺に言いたいこと？めぐるさんの言う通りでした。僕は間違いにばかりとらわれて、なぜ間違えてしまうのかを考えてなかった。それに気づけたのは全部めぐるさんがかけてくれた言葉のおかげです。本当にありがとうございます。あなたが僕のライバルで光栄です。降りてほしいなんて言ってしまってすみませんでした。最後まで精一杯戦って。最初に気づかせてくれたのはお前だ。お前だったんだよ、要。この目。あ、いた。咲夜さん、レイさん、こっちです。本当だ。ちょっとめぐれ見つかってよかった。さあ行くぞ、今すぐ。おお、なんだ、昨日から人に引っ張られることが多いね。いいからほら。何があったんですか？めぐるさんは一体どこに？稲本さんのところ。急いでどうにかしないといけないらしくて。どうにかって？いや、俺もたまたまスマホを持ってたからたまたま見ただけなんだけど。経歴詐称。経歴って誰の？めぐるの。全部嘘だったんだって。嘘って？ビバレン候補生が嘘の経歴でオーディションを受けてるってネットのゴシップ誌に取り上げられてて、結構大ごとになってるみたいなんだ。もしかしたらめぐるさんオーディション降りることになるかも。